太陽系の第9惑星として独特な存在感を放っていた冥王星。2006年に準惑星に降格したのは今でも記憶に新しい出来事です。その裏には冥王星を殺した男と呼ばれた一人の天文学者と彼が発見した奇妙な天体の存在がありました。冥王星が惑星でなくなった本当の理由、そして惑星とは何かという根源的な謎に迫ります。地球を含めて現在惑星と呼ばれている天体は8つ。そしてかつては惑星だった冥王星。ここまではよく知られています。しかしこの他にも惑星と呼ばれていた天体がいくつもあることはあまり語られていません。これは惑星という言葉の意味が人類の宇宙に対する見方が変わるたびに何度も書き換えられてきたことを示しています。冥王星が発見されるまで惑星という概念はどのように変わっていったのでしょうか。プラネットの語源は古代ギリシア語でさまよえる星という意味があります。空に画鋲で貼り付けられたように微動だにしないように見える恒星とは違って規則的に動き、そして遥かに目立つ7つの星。これらすべてがさまよえる星として地球の周りを回っていると考えられていました。一方で宇宙の中心は地球ではなく太陽だと考える者もいました。中でもコペルニクスは地動説を学問として体系化した人物として有名です。ところが当時は地動説を信じる者にとっては生きづらい時代でした。地球中心の宇宙観が主流であり、それが教会の権威とも結びついていたのです。教会の思想と正反対の立場である地動説は長きにわたって弾圧され、広く受け入れられるまでに100年以上を要しました。ここでようやく惑星という言葉がさまよう星という曖昧なイメージから太陽の周りを公転する地球や火星のような天体を指す言葉として定着したのです。時は流れて1781年、自宅の庭で望遠鏡を覗いていた音楽家のウィリアム・ハーシェルがぼんやりした星を捉えました。天王星です。6つしかないと思われていた惑星が技術の進歩に伴って7つ目も見つかりました。それならもっとたくさんの惑星があってもおかしくありません。このような機運が高まると立て続けに新しい天体が発見されていきました。その場所は火星と木星の軌道の間にある小惑星帯です。1801年には8番目の惑星ケレス、その1年後9番目の惑星パラス、1804年10番目の惑星ジュノー、そして1807年には11番目の惑星ベスタ。これら4つの天体が新たに惑星と認められ、1837年の海外の中等学校の教科書にも載りました。しかし疑念の声が寄せられるまでには長い時間はかかりませんでした。他の惑星は互いに一定間隔を空けて太陽の周りを回っています。それに対して4つの惑星はすべて火星と木星軌道の間にあり、その軌道はほとんど重なり合っていたのです。問題は軌道だけではありませんでした。肉眼では見えない天王星でも望遠鏡を使えばその姿をはっきり認識できます。4つの惑星は天王星よりはるかに近いにもかかわらず、当時では高性能の望遠鏡を除いても小さな点にしか見えませんでした。従来の惑星より圧倒的に小さく、ほぼ同じ公転軌道の星を全て惑星とみなしてしまうとキリがありません。惑星に分類する線引きが曖昧なばかりに、新しく発見した天体を無差別に惑星としてラベリングしていたのです。4つの惑星が発見された後も似たような天体が続々と発見されたこと、その後に明らかに巨大な海洋星が発見されたこともあり、惑星の追加にブレーキがかかりました。
20世紀初頭には太陽系の惑星は8つのみという考えが主流になります。ケレスやベスタが惑星の地位に座っていられたのはわずか100年程度。ほぼ同じ軌道を集団でさまよう小天体は軒並み惑星の称号を剥奪され、一転して小惑星という烙印をされました。しかし、惑星の定義が正式に決まったわけではありません。これが1930年に発見された9番目の惑星をめぐる問題に禍根を残すことになります。クライド・トンボーによる冥王星の発見です。冥王星はこれまでの天体とは明らかに違っていました。他の惑星の公転軌道は同じ面に沿ってきれいに並んでいるにもかかわらず、冥王星の軌道面は17度も傾いています。軌道の形もかなり歪です。太陽から最も遠ざかるときは約74億 km、最も接近するときは約45億 km、つまり海王星の公転軌道の内側に入り込んでいます。太陽系という同じ家の住人にもかかわらず、冥王星だけ足並みが大きく乱れているのです。さらに疑念を深めたのが、1978年に発見された冥王星の衛星カロンでした。カロンの直径は 1214km、月の3分の1程度しかないにもかかわらず、冥王星に対しては圧倒的な存在感を放っていました。それは両者の公転の仕方にはっきりと現れています。2つの天体は冥王星の中心ではなく、中心よりも外側にある共通の重心の周りを回っていました。冥王星がカロンの重力によって体幹をぶらされ、大きく振り回されているように見えます。これでは衛星と惑星ではなく、まるで二重惑星。カロンは冥王星の支配下にある従者というより、ほとんど対等な相棒のような関係だったのです。この二人三脚の挙動から導き出された冥王星の質量は、惑星としてはあまりにも小さくて軽いものでした。惑星の中で最も小さい水星はおろか、地球の衛星である月よりも直径が小さかったのです。惑星というより、どちらかといえば小惑星に分類されたケレスやベスタに近いのではないか。このような声が上がるのは無理もありませんでした。ところが、当時はすでに小惑星という分類は火星と木星の間にある小天体を指す言葉になっていました。惑星として扱うのは疑問が残る。かといって小惑星とも呼べない。当時の天文学にはこの奇妙な天体を適切に分類できる受け皿がありませんでした。こうして冥王星は太陽系の端に佇む孤独な変わり者として惑星の仲間入りを果たします。冥王星が発見されると、天文学者の関心は冥王星の先に何があるのかということに移っていきました。冥王星以外にもまだ姿を現していない天体があるのではないか。このような声を上げた天文学者の一人がジェラルド・カイパーです。1951年、彼は冥王星の外側の天体についての論文を発表。この未知の領域はカイパーベルトと呼ばれるようになり、長く調査が続けられました。その結果、1992年に冥王星が発見されて以来、初のカイパーベルト天体を観測。1999年までに冥王星より遠くの軌道を回っている小天体が500個近くも発見されました。一人ぼっちだと思われていた冥王星には同じような仲間がたくさんいたのです。10番目の惑星がいつ見つかってもおかしくない状況でした。冥王星の軌道の外側にある天体を求めてカイパーベルトに望遠鏡を向けた一人の天文学者がいます。当時はカリフォルニア大学の助教授だったマイク・ブラウン。ブラウンはトンボーが冥王星を発見して以来の広い範囲を地道に観測し続けました。結果として冥王星に次いで巨大なカイパーベルト天体をわずか3年間で5つも発見することになります。
クワオア。直径は冥王星の半分弱の約 1100km。冥王星の発見以来、太陽系で発見された最大の天体となりました。水の氷を主成分とした赤みがかった表面を持っています。地球から60億 km 以上離れており、公転周期は280年以上。他の惑星と比べて軌道面が約8度傾いており、非常に円形に近い形をしています。軌道が冥王星より他の惑星に似ていることから、冥王星より惑星らしい天体とも言われました。セドナ。固体の氷と少量のメタンに覆われた赤い天体。当初ブラウンは冥王星の4分の3の大きさと推測しましたが、実際はそれより小さいことが判明しました。これまでに発見されたカイパーベルト天体の中でも極端に細長い楕円軌道で太陽を回っています。公転周期はおよそ1万3000年。太陽に最も近づく時ですら、太陽と海王星の距離の約 2.5 倍も離れており、最も離れる時は冥王星軌道のおよそ20倍、1500億 km を超えます。ハウメア。氷に覆われた岩石でできた天体で、赤道直径はおよそ 1740km。岩石惑星としては珍しくリングを持っており、2つの衛星を従えています。これらは過去に別のカイパーベルト天体と衝突した際の副産物だと考えられています。約4時間という強烈な速さで自転しているため、赤道方向に引き伸ばされ、卵のようないびつな形になりました。イースターバニー。ブラウンが5つの天体の中で最も明るく見えた天体。メタンなどの氷が太陽光を反射しているためだと考えられます。太陽との平均距離は68億7000万 km。1年の長さは300年以上ですが、1日の長さは22時間半で地球とあまり変わりません。エリス。極寒の環境によってメタンが表面で凍った白い天体。発見時点で冥王星のはるか遠くにあったにもかかわらず、ブラウンが観測した中でも際立った明るさを持っていました。ブラウンはエリスが冥王星より大きいことを期待しましたが、詳しい観測の結果、冥王星とあまり変わらないことが判明します。太陽を一周するのに557年もかかり、地球から146億 km 先まで遠ざかることもあります。ブラウンによる巨大なカイパーベルト天体の発見は、太陽系の姿を塗り替える重要な成果であると同時に、冥王星の惑星としての立ち位置を脅かすものでもありました。かつて惑星だとみなされていたケレスやベスタは、同じ軌道と大きさを持つ天体がいくつも発見されたことで、小惑星に格下げとなっています。冥王星に似た天体が相次いで発見された今、冥王星も同じ道をたどるのは想像に難くありません。特に大きな注目を浴びたのが、冥王星とあまり変わらない大きさで、冥王星のはるか遠くで発見されたエリス。エリスが惑星なら、冥王星も惑星とみなされるのが自然です。逆に、エリスが惑星でないなら、冥王星を惑星と呼ぶのも無理が生じます。エリスは第10惑星発見の一大ニュースとしてニューヨークタイムズの一面を飾り、その知らせに世間は胸を高鳴らせました。しかし、エリスを第10惑星に認定することに否定的だったのは、他ならぬ発見者であるブラウンです。ブラウンは冥王星が惑星というより、ケレスやベスタといった小惑星に近いと考えていました。もし冥王星と新しく発見されたカイパーベルト天体すべてを惑星とみなせば、惑星の数は200個に達する可能性があります。惑星の定義が定まっていない以上、太陽の周りを回っていて、
丸い形を保てるくらい大きい天体は全て惑星ということになりかねません。エリスが惑星として認定されれば、ブラウンは当時存命している唯一の惑星発見者となります。その名声を捨てても、学者として科学的に正しい選択をするべきだとブラウンは信じていました。いずれにしても惑星の定義を決めるのは彼ではありません。世界中の天文学者で構成され、あらゆる天体の分類や命名を一手に担ってきた国際天文学連合 IAU です。2006年8月24日、チェコのプラハで開かれた IAU の決議で投票結果が発表されました。結論は、冥王星の惑星からの降格。セドナやエリスも惑星には認定されず、太陽系の惑星は8つになりました。惑星としての冥王星が死んだ瞬間でした。新たに定まった惑星の条件は3つ。恒星の周りを回っていること、重力で球形になれるほどの大きさであること、公転軌道の近くにある他の天体を重力によって一掃するほどの大きさであること。これらのうち、冥王星は3つ目の条件を満たすことができませんでした。カイパーベルトに存在する冥王星の周辺には、数千に上る氷の天体が発見されており、冥王星はそれらを自身の周りから排除することができていません。冥王星のように軌道上の他の天体を排除できない天体は、新たに設けられた準惑星という枠に分類されました。現在、準惑星に分類されている天体は、冥王星の他にエリス、マケマケ、ハウメア、ケレスの5つ、クワオアとセドナ、そして2007年にブラウンが発見したゴンゴンは、カイパーベルトの中でも大型の天体として準惑星候補とみなされる場合もあります。準惑星の条件を満たす未発見の天体はまだ100個はあると考えられています。惑星の定義をめぐる議論は、冥王星の降格とともに一旦収束したかのように見えました。しかし、惑星とは何か、この問いに対する答えは未だにはっきりしていません。近年、惑星の定義を変更しようとする新しい動きが出ているのです。2006年の決議は、透明性や公平性に欠けているという批判がたびたび上がっていました。現地にいた参加者しか投票できず、実際に投票できたのは9000人いる IAU の会員の中でわずか400人程度。また、決議の内容が会員に知らされたのは総会が始まった後だったため、審議に十分な時間が取れませんでした。つまり、事前の共有が不十分な上に投票できた人もわずかだったのです。何より、2006年に決定された冥王星の定義には2つの大きな問題があります。問題の一つは、太陽系の外にある惑星が全く考慮されていないことです。観測技術の発展に伴って系外惑星が相次いで発見され、現在は6000を超える系外惑星の存在が確認されています。もはや系外惑星を抜きにして惑星の定義を語ることはできません。2つ目の問題は定義が曖昧なことです。惑星の定義である3つの条件にはいずれも数値による基準が明記されていません。例えば、重力で球形になれるほどの大きさという条件は具体的にどれくらいの直径や質量ならいいのか、何をもって球形であるかを判断するのか、軌道付近にある天体を一掃するというのはどれくらいの範囲まで一掃していればいいのか、数字による線引きがされていないため、人によって判断が分かれてしまうのです。冥王星が惑星でなくなった当時よりも宇宙への理解が進んだ今、古い定義をアップデートしなければいけない段階に入っています。2024年、天文学の専門誌であるザ・プラネタリー・サイエンス・ジャーナルで惑星を定義するための定量的基準という論文が発表されました。その中で2006年に決定された定義の原型を残しつつ、曖昧な部分を数値で具体化した定義が提案されています。
惑星の条件に対する解像度がかなり上がりましたが、これでも完璧ではありません。例えば、連星の周りを回っているこのガス惑星。質量は木星の16倍もあり、中心にある連星との質量の比率も25分の1を超えています。現在の基準では惑星ですが、新しい定義では D と E の条件に反しているのです。D と E の条件は特に厳しく、これによって現在惑星とされている星の一部が惑星から外される可能性が指摘されています。そこで複雑で扱いにくい内容を削ぎ落としたシンプルな案も提案されています。2006年の決議案を数値によって具体化しており、かつ天文学に疎い一般人にもある程度わかりやすい定義です。論文で提案された内容はすでに IAU に提出されており、委員会で内容を吟味しています。順調に審査が進めば、本格的に動き始めるのは2027年以降です。新しい定義に変更されたとしても、冥王星が惑星に復帰することは叶いませんが、人類にとっての惑星の捉え方が再び変わるかもしれません。今年の4月、アメリカの少女が冥王星を惑星に戻してという手紙を NASA に送り、NASA 長官がこれについて調査していると反応したというエピソードが SNS で話題になりました。冥王星がアメリカ人によって発見された唯一の惑星だっただけに、アメリカ人の悲しみや失望は大きいものだったようです。冥王星が惑星なのかそうでないのかという議論に大した意味はない。そう思う人もいるかもしれません。それでも僕は太陽系を正しく理解するために重要なステップだと思っています。人類が宇宙について分かっていることはごくわずかです。限られた手段で手に入れた情報は不透明で、いつ覆ってもおかしくありません。だからこそ断片的な情報を理解しやすいように整理して、今後の発見を正しく位置づける必要があります。冥王星の降格は価値を下げるための裁定ではなく、太陽系の構造をより高い解像度で捉え直すためのアップデートなのです。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画はブラウンの著書を日本語訳した冥王星を殺したのは私ですという本を元に制作しました。ただ尺の都合とか、あと話がちょっとややこしくなるので省いた部分がたくさんあります。すごく面白い本なので興味のある方はぜひ読んでみてください。